うもゆっくりレ夢ムです。どうもゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、アメリカでチンパンジーを飼っていた夫婦の友人が、そのチンパンジーに襲われて顔面を失うという事件があったらしいぜ。何それすごく気になる。顔面のほぼ全てを失ってもなお、襲われた女性は生きていたんだ。信じられない話だな。それじゃあ今日はチンパンジートラビスについて紹介していくか。それでは、ゆっくりしていってね。1995年10月21日、チンパンジーのトラビスは、アメリカのミズーリ州フェスタス市にあるアニマルシェルターで生まれたんだぜ。野生のチンパンジーじゃなかったんだね。トラビスの父親はココという名前で、70年代初めに、赤道直下のアフリカのジャングルから連れてこられたんだ。母親はスージーという名前で、スージーが11歳の時に動物園から、アニマルシェルターに来たんだぜ。それで、大人になるまでアニマルシェルターで育ったの？いや、トラビスは生後3日後に母親のスージーから引き離され、5万ドル現在のレートで約500万円という大金で、ハロルド夫妻の元に養子として迎えられたんだ。ハロルド夫妻は動物保護団体の職員か何かかな？ハロルド夫妻はコネチカット州南西部のスタンフォードで、レッカー車や自動車整備工場など、いくつかの事業を立ち上げた一般人だぜ。事業が成功して裕福な生活ができていたようだな。アメリカではチンパンジーをペットとして飼うことができるんだね。もちろん全州が認めているわけではない。一部の州では届け出が必要らしいが、ペットとしての飼育を許可しているようだな。しかし当時ハロルド夫妻が住んでいたコネチカット州では、チンパンジーを私的に飼育することを禁止する法律はなかったと言われているぜ。それでも誰も取り締まらなかったんだね。ちなみにトラビスという名前は、奥さんのサンドラが好きな歌手、トラビストリットにちなんで名付けられたんだ。アメリカのカントリーミュージックの歌手だね。ブリーダーの家で数日過ごした後、サンドラはトラビスと一緒に家に戻ったんだが、まるで人間の子供を育てるかのように振る舞っていたらしいな。一体どんな感じで育てたの？サンドラは粉ミルクを哺乳瓶で与え、ゲップをさせ、寝室のベビーベッドに寝かせて昼寝をさせたんだ。トラビスが生後3ヶ月になると寝返りを打つようになったんだけど、スクーターで移動したり、腕と足で歩き始めた頃にはトイレの使い方も教えたみたいだな。本当に人間の赤ちゃんと同じような育ち方だね。チンパンジーは人間に一番違いと言われているから、成長や発達の段階は人間の赤ちゃんに近いものがあるのかもしれないな。他にはどんなことをしたの？サンドラは一緒にお風呂にも入り、自分で歯を磨くことを教えたみたいだな。そしてたくさんの洋服を買い与え、毎朝服を着せていたようだ。服を着るのはまさに人間だね。食事も一緒にしていたみたいなんだけど、朝食は毎日スプーンでオートミールを食べていたみたいだ。チョコレートはリンツのものが好きで、アイスクリームも大好きだったみたいだな。アイスクリーム屋さんが通りを歩いてくると、サンドラを引っ張って買うようにおねだりしていたみたいだ。人間の子供がおねだりするみたいだね。トラビスが気に入っていたイタリアンレストランペリッチでは、サンドラがメニューを読んで、トラビスはそのメニューから食べたいものを選んでいたんだ。特に好きな食べ物はフィレステーキやロブスターの尾っぽだったみたいだぜ。すごく良いものを食べていたんだね。自分で食べたいものを選ぶなんてすごいな。喉が渇くと、カウンターに体を乗り上げてグラスを取り出し、冷蔵庫を開けてジュースやソーダを注ぐこともできたんだ。チンパンジーが人間の助けなしにそこまでできるなんて知らなかったな。トラビスの人間みたいな振る舞いはそれだけじゃなかったんだ。トラビスが不機嫌になった時にはリモコンのチャンネルを猛烈に変えたり、テレビのボリュームを上げまくって抗議したらしいぜ。意思表示もできるんだね。そもそも、ハロルド夫妻はなんでチンパンジーを飼おうと思ったのかな？その答えを紐解くために、まずは奥さんのサンドラについて話していこうか。よろしくお願いします。ハロルド夫妻の奥さんサンドラは離婚経験が2回あるんだ。結婚生活がうまくいかなかったんだね。一度目の結婚はサンドラが高校卒業後、すぐに結婚したらしい。結局離婚したってことは結婚するには若すぎたのかな。
二度目の結婚は1960年で、新しい夫をサンドラはかなり慕っていたみたいだ。1961年にスーザンという娘を設けたんだが、夫の頻繁な浮気のために激しく喧嘩し、4年後には離婚してしまったんだ。何度も裏切られたら、結婚生活を続けるのは難しいだろうね。彼女が30歳の時、3番目の夫ジェローム・ハロルドと結婚したんだ。ジェロームは、優しく、知的で、献身的な人だったと言われている。彼のおかげでサンドラの生活は安定したようだな。素敵な出会いだったんだね。ジェロームはスーザンを実の娘のように育て、サンドラの両親と5人で生活していたそうだ。幸せな家庭を築けたのかな？サンドラは乗馬が趣味だったんだけど、娘のスーザンもサンドラの影響からか乗馬を楽しんでいたぜ。親子で同じ趣味があるのは良いことなんじゃない？二人は乗馬のレースに出場したり、カントリーダンスを踊ったり、ジェロームが経営する会社で一緒に働くようになったりしていたらしい。会話が尽きないほど、仲の良い親子だったみたいだぜ。すごく良好な関係だったんだね。ハロルド夫妻は庭で馬を飼って、たくさんの犬もいたらしいな。動物が好きだったのか。ある日サンドラが乗馬を楽しんでいると、ウェスタンウェアを着たチンパンジーが、馬に乗ってリングを回っているのを見つけたんだ。チンパンジーは、サンドラを見つけると馬から飛び降り、二足歩行で走って彼女にハグをしたらしいぜ。サンドラは人懐っこい素敵なペットになると思ったんじゃないの？そうかもしれないな。ちなみにこの時、事件の被害者となる当時18歳のチャーラ・ナッシュと一緒だったんだ。乗馬という共通の趣味があったんだね。この時チンパンジーを飼うことを決めたの？いや、彼女の生活はその時とても充実していたから、チンパンジーを飼うという発想は、もしかしたらなかったかもしれないな。幸せな生活を送っていたハロルド夫妻だったが、娘のスーザンが夫妻の経営する会社の従業員と結婚し、家を出て行ってしまうことで一転するんだ。いわゆる駆け落ちだったのかな？おそらくそうだろうな。このことで母親であるサンドラには、心に大きな傷跡が残ったと言われている。そりゃ、大好きな娘さんが急に出て行ったら悲しいよね。それだけじゃなく、サンドラの両親も同じ頃にそれぞれ病気になり、亡くなってしまったらしいんだ。サンドラの世界はさらに狭くなって、孤独を常に感じていたそうだぜ。スーザンが出て行った後、ハロルド夫妻はチンパンジーを飼うことに決めたの？きっとそうだろうな。いつ頃から夫妻がチンパンジーを探していたかはわからないんだが、1995年のある日、サンドラはミズーリ州フェスタスのブリーダー、コニー・ケイシーから、サンドラ、あなたの赤ちゃんが生まれたわよ。男の子よ。という電話を受け取ったんだ。なんだか人間の赤ちゃんが生まれたみたいな言い方だね。サンドラは一人でトラビスを受け取りにセントルイス・ランバート国際空港まで行ったんだ。生まれて3日後のおむつをした小さなトラビスを愛おしそうに抱っこしていたらしい。また赤ちゃんを育てるって思うと嬉しかったのかな。ハロルド夫妻はトラビスを飼育するために自宅を改装して、トラビスが普段生活するところを檻で囲ったんだけど、ハロルド夫妻が家にいる間は家中を自由に歩き回っていたみたいだな。じゃあ、ハロルド夫妻が留守の時だけケージを使っていたんだね。あまり使っていないのになんでケージが必要なの？ハロルド夫妻がいない間にトラビスが逃げ出すことを恐れたんじゃないかな？それでも小さい檻に入れているのは嫌だったから、大きな部屋全体を檻で囲うことにしたみたいだぜ。なるほどね。野生動物のチンパンジーが自由に歩き回れると知ったら、怖いと思われても仕方がないもんね。人間のように振る舞うトラビスはすぐにスタンフォードで最も有名な住人になったんだ。ハロルド夫妻もそのことを快く思ったんだろうな。レッカー車や平台の側面に彼の写真を貼っていたらしいぜ。許可が下りればチンパンジーをペットとして飼えるとはいえ、やっぱり珍しかったんだね。トラビスも周りの人が自分に興味を持っていることに気づいていたんだろうな。車の助手席に乗って助手席から手を振ったらしい。まるでハリウッドスターみたいな振る舞いだね。警察官には特に好かれていたんだぜ。警察官はトラビスを見つけると写真を一緒に撮ってほしいとお願いしてきたんだそうだ。
警察官もまさかチンパンジーが事件を起こすなんて思っていなかっただろうな。レストランやスーパーマーケット、道端でも見知らぬ人が声をかけてくるし、トラビスに赤ちゃんを抱っこしてもらった人もいたみたいだ。大切な赤ちゃんを抱っこさせるだなんて、相当信頼されていたんだね。この頃には、事件の被害者となるチャーラ・ナッシュが、幼い娘のブリアナを連れて遊びに来たりもしていたらしい。出会った時は18歳だったよね。子供が生まれた後も親交があったんだ。トラビスは彼女が来ると、彼女の体をよじ登って長いブロンドの髪をいじったり、二人で写真を撮って遊んでいたんだ。関係は良好だったんだね。家の周りにある高い多くの木に登り、次から次へとジャンプする姿をチャーラに披露していたんだぜ。サンドラにとって、トラビスとの生活は彼女の人生で最も幸せな日々だったらしいんだ。一方で、娘のスーザンは駆け落ちしてまで結婚した最初の夫と離婚し、幼い息子と一緒にハロルド夫妻が住むスタンフォードに戻り、両親が工場の隣に建てたロフト式の広いアパートに引っ越していたらしいな。サンドラとスーザンの関係は元に戻ったってこと？そうだろうな。スーザンはサンドラと冗談を言い合ったり、噂話や男の話で盛り上がっていたらしい。スーザンの息子タイラーも、トラビスと年齢が近かったこともあって良い遊び相手だったようだぜ。でもチンパンジーと人の子供じゃ、成長のスピードが違うんじゃない？ああ。タイラーよりもトラビスの方が成長が早かったから、トラビスは弟と遊ぶような気持ちだったんじゃないかな。優しいお兄ちゃんだったんだね。夫のジェロームはトラビスとキャッチボールをしたり、三輪車や自転車、芝刈り機の乗り方を教えたらしいぜ。サンドラはトラビスを連れてビーチに行き、一緒に泳いだりもしたらしい。トラビスの体格が大きくなればなるほど、できることも増えてきたんだね。トラビスが5歳くらいの時、スーザンは再び恋に落ち、再婚したんだ。タイラーの他に2人の子供を授かったそうだぜ。その時サンドラはどういう気持ちだったんだろうね。サンドラは、あまり快く思っていなかっただろうな。スーザンは新しい夫の職場近くに引っ越すことになったんだけど、サンドラは見捨てられたと思い、スーザンの夫のことを疎ましく思っていたそうだぜ。嫉妬していたんだね。しかしサンドラはスーザンに毎日話をしないのは耐えられないと電話をかけたことで、前回の結婚の時のように疎遠になることはなかったみたいだ。2000年9月のある夜、車で出かけていたスーザンは帰宅途中、背中の痛みを訴え、パーコセットという鎮痛剤を飲んで、ほとんど人のいない高速道路を走っていた。そしてバージニア州のどこかで、彼女の車は車道から外れて木に衝突したそうだぜ。事故を起こしたんだね。無事だったの？チャイルドシートに座っていた幼い娘は無傷だったんだが、スーザンは車から放り出されなくなってしまったんだ。スーザンの死後、サンドラはスーザンの夫に対する怒りと憂鬱な気分の間で揺れ動き、スーザンの子供たちとの関係もうまくいかなかったようだな。友人とも距離を置き、一時は自殺を考えたこともあったそうだが、ジェロームとトラビスの存在が彼女を勇気づけたんだ。サンドラにとってトラビスは、唯一の子供になってしまったんだね。トラビスは思春期初期のがたいがいい時期から、思春期を経て、あっという間に大人になったんだ。動物は人間よりも早く成長するっていうもんね。ある夜、仕事を終えたジェロームがワインを飲んでいると、トラビスが隣の席に座って、ジェロームが飲んでいるものに興味を示したことがあったんだ。まさかお酒を飲ませちゃったの？ああ。ジェロームはトラビスのためにグラスにワインを注ぎ、トラビスに飲ませたんだ。それからトラビスは時々お酒を飲むようになったみたいだな。動物にお酒ってあまりいいことが起きなさそうだけど。同感だね。スーザンが死んで3年が経った頃、トラビスはこれまで以上に自分の意志を強く示すようになったんだ。野生だったら群れのボスになるためにオス同士で争っててもおかしくないし、ちょっと怖いよね。2003年10月、いつものように車にトラビスを乗せてハロルド夫妻が出かけた時、誰かが空のソーダ瓶をトラビスに向けて投げたんだ。トラビスは興奮してうめき声を上げながら外に飛び出したらしいぜ。
誰が何のために瓶を投げたんだろうね。遊びのつもりだったとしても危なすぎるよ。トラビスは道路を二足歩行で走り回ったかと思うと、突然路上で横たわって仰向けで転がり始めたんだ。車でその場を通っていた人たちはクラクションを鳴らし、たちまち人が集まったみたいだぜ。もしチンパンジーが路上で転げ回ってたら見ちゃうよね。トラビスは明らかに楽しんでいる様子で、止まっている車の上に登ったりしていたんだ。通報で駆けつけた警察もトラビスを捕まえることができず、その様子を多くの人が笑って見ていたようだぜ。誰もこのことが危険な出来事とは思わなかったんだね。この追いかけっこはトラビスが疲れるまで2時間以上続いたらしく、結局ハロルド夫妻はこれ以降トラビスを外出禁止にしたんだ。さすがに警察も何か言ってきたんじゃない？コネチカット州の環境保護局はハロルド夫妻が、50ポンド以上の霊長類を飼うには許可が必要という法令に違反していることを把握していたけど、トラビスの面倒を見ることは難しいだろうということで放置してしまったんだ。警察からも人気だったのなら、遊びだったってことで処理されてもおかしくないよね。それでも地元の動物管理官は霊長類学者と連絡を取り、サンドラに、トラビスはもう完全に性的に成熟していること。少なくとも人間の男性5人分の力があること。大人のチンパンジーは予測不能で暴力的になることが知られていること。この先トラビスの管理をすることは不可能であることを主張したんだ。専門家が言っているなら、サンドラも聞き入れたんじゃない？そうだな。サンドラはこの警告を素直に受け入れたようだが、最終的にはトラビスが暴力を振るうようなことは微塵もなかったと結論付けたんだ。そりゃ、自分の大事な子供が暴力を振るうなんて認めたくないだろうよね。月日は流れて2005年3月のある朝、夫のジェロームはトラビスと遊んだ後に仕事に出かけたんだけど、職場で急に体調が悪くなったんだ。そして従業員に病院へ連れて行くよう頼んだそうだ。前から体調が悪かったのかな？そうみたいだな。結局この時は数週間入院することになったんだ。検査の結果、胃がんが見つかってかなり深刻な状態だったんだ。もしジェロームが死んでしまったら、サンドラはトラビスと二人きりだね。ああ、ジェロームもそのことが気がかりだったんだ。病院でサンドラとトラビスについて話し、ジェロームはアニマルシェルターにトラビスを連れて行くよう促したそうだぜ。サンドラだけじゃ心配だもんね。サンドラが病院から帰宅すると、トラビスはジェロームの匂いを探すかのように服の匂いを嗅いだそうだ。トラビスは戸惑い、かなり落ち込んでしまったんだ。トラビスにとってもたった一人のお父さんだもんね。そりゃ突然いなくなったら悲しいだろうよ。サンドラはジェロームと電話をするときは必ずトラビスにも聞かせてあげたんだけど、その度にトラビスは動揺していたそうだ。いくら頭がいいチンパンジーでも、電話の仕組みは理解できなかったんじゃないのかな。目の前にいないのに声が聞こえたことにびっくりしたんじゃない？トラビスは何時間も前後に揺れながら座ったり、壁にかかっているジェロームの写真を持ってきてキスをしたり、抱きしめたりしていたらしい。ジェロームがいなくてとても寂しかったんだね。残念ながら病院に行ってから約1ヶ月後の4月12日、ジェロームは帰らぬ人となってしまうんだ。サンドラとトラビスはとてもショックだっただろうね。ああ、ジェロームの死後、サンドラは誰とも口を聞かなくなり塞ぎ込んでしまったんだ。ソファに座って泣くこともあったようだぜ。その度にトラビスは彼女の近くに寄り添って、時には髪の毛を溶かしてあげたりもしていたんだ。トラビスはサンドラを慰めようとしていたんだね。チャーラ・ナッシュとサンドラが再会したのは、夫のジェロームが亡くなった頃だったそうだ。最後に会った時はまだ赤ちゃんだったチャーラの娘も、再会した時には12歳になっていたんだぜ。しばらく会えていなかったのに、どうして再会することになったの？実はこの頃のチャーラは生活が大変だったんだ。どういうこと？当時チャーラは娘を連れてホームレスのシェルターに1年以上滞在し、いろいろなところを転々と移り住んでいたみたいだ。それでサンドラは何か彼女を助けることをしたのかな？ああ、トラビスとサンドラはジェロームが亡くなってから、4年近く引きこもっていたらしいんだ。家に出るのは買い物をする時ぐらいだったようだぜ。
そこでチャーラに庭仕事や馬小屋の掃除などの雑用をやってもらう代わりに、かつて娘のスーザンが住んでいたロフト付きのアパートを無料で貸したんだ。お互いにとってメリットがあったんだね。しかしこの関係は雇用とは違うから、サンドラはチャーラに何でも頼むようになったんだ。そしてサンドラが買い物で留守の時には、トラビスを見守るようにもなっていたようだぜ。なんだか嫌な予感がするな。2008年初めにジェロームがトラビスのために設計した巨大な新居の建設が始まったんだが、その頃にはトラビスは14歳になり、身長は約152センチ、体重は約110キロという、病的な肥満体型だったそうだ。チンパンジーの14歳って人間だとどのくらいになるの？ 29歳くらいだな。トラビスの場合、毛の生え際は劇的に後退し、胴体の中心部は白髪になっていたそうだ。あまり健康な状態とは思えないな。一体どんな生活をしていたの？この頃二人は、一日中テレビを見たり、コンピューターをいじっていたんだ。もちろんその間もおやつなどをたくさん食べていたみたいだぜ。ダイエットをするときはまず間食を減らそうって言うよね。そんな一日ずっと座って食べてを繰り返していたら、肥満になるのも納得だな。ある日の午後3時過ぎ、サンドラはちょっとしたパニックに陥っていたんだ。何かあったの？サンドラがトラビスの部屋を掃除している時、トラビスがキッチンに行き、カウンターにある鍵を手に取りドアの鍵を開けて、庭に飛び出していったんだ。鍵の使い方をちゃんと知っていたんだね。そしてサンドラはトラビスに中に入るように言うんだけど、その日は全く言うことを聞かなかったんだ。普段と何か変わったことでもあったのかな？実はこの日、サンドラは抗不安薬のザナックスをトラビスに与えていたんだ。それって不安障害があったってこと？いや、それはわからないんだ。サンドラの話ではその日、トラビスはフィッシュ&チップスとカーベルのアイスクリームケーキをランチに食べた後、家にある3台のテレビのどれを見ても特に興味を示さなかったそうだ。さすがに飽きちゃったのかな？絵を描くのも色を塗るのも嫌がって、飼い猫のミスケを撫でようともしなかったことを心配して、サンドラは薬を与えたと言ったんだぜ。でも、ご飯はちゃんと食べてるよね？そうだな。ただ今までの食生活を考えると、いつもよりも少なかったのかもしれないな。たった一人の息子が体調不良となると、心配になったのかな。その薬の影響もあってか、トラビスは外に出たまま捕まえられなかったんだね。ああ。そして困り果てたサンドラは、チャーラに助けを求めるんだ。トラビスはチャーラのことを知っているし、サンドラが助けを求める相手としてはチャーラが適任だよね。しかし運悪くチャーラは普段と異なる髪型をしていて、チャーラがトラビスの気を引こうとお気に入りのおもちゃの一つをかざした瞬間、トラビスは間髪を入れず彼女に飛びかかったんだ。髪型が違うことで、チャーラだと認識できなかったのかな？ああ。そして薬の影響でかなり攻撃的になっていたと言われているぜ。やっぱり医者の処方なしに薬をあげるべきじゃなかったよね。すでに70歳になっていたサンドラにとって、大きなトラビスを止めることはできなかったんだ。トラビスはチャーラを車の側面に叩きつけ、チャーラは血で真っ赤になった。それを見たサンドラは悲鳴を上げ、近くにあった雪かきのシャベルで、トラビスの頭を殴ってどうにか止めようとしたんだ。そんなことをしたら余計興奮しそうだな。ああ。余計興奮したトラビスを止めることはできないと感じたのか。サンドラはヒステリックになりながら家の中の肉切り包丁を手にして戻ってくるんだ。そしてトラビスの背中を何度か突き刺したんだけど、ほとんど効果がなかったそうだぜ。大好きなお母さんから刺されるなんて、悲しかっただろうな。そしてトラビスは、チャーラの上に立ち、チャーラの顔や腕を噛んだり、裂いたり、引っ張ったりしたんだ。ホラー映画みたいな展開だな。サンドラは3メートルほど離れたところに止めてあった車に乗り込み、トラビスが入ってこれないようにドアをロックすると、肉切り包丁を持ったまま警察に電話をかけたんだ。もっと早く警察を呼べなかったのかな。サンドラは警察の電話が繋がるとすぐ、お願い銃を持った警察を送れ銃を持って急いでと泣き叫んだんだぜ。トラビスを止めるには銃を使うしかないと分かっていたんだね。トラビスの雄たけびは、
サンドラが警察に助けを求めた時録音されたテープにはっきり記録されていたぜ。地元の警察官だったら、すぐにトラビスの声だって気づいたんじゃない？警察は最初いたずら電話かと思っていたみたいだけど、サンドラが、チンパンジーが友人を殺した。顔を引き剥がした。というと事態の重大さに気づき、すぐに出動したみたいだぜ。まさか本当に顔を引き剥がされた人を見るとは思っていなかっただろうよね。ようやく到着した警察が目にしたのは、ほとんど全裸で地面に横たわる血の気のないチャーラだった。トラビスは敷地内を徘徊していて、パトカーを見つけると運転席のミラーを叩き壊し、助手席側に息ロックされたドアを開けようとしたんだ。あんなに親しかった警察にも攻撃したんだね。警察はトラビスに4発の銃弾を撃ち、トラビスは悲鳴を上げながら家の中に逃げ込んだんだ。撃たれても動けるなんて、トラビスの体はすごく頑丈だったんだね。トラビスはキッチン、寝室、そしてトラビスの部屋へと歩き回り、ベッドの近くで倒れて、死んでしまったんだ。最後には自分の落ち着くところに行きたかったんだね。サンドラはトラビスが起こした事件によって心が傷ついたんだ。そりゃ自分の息子のように育てたトラビスが事件を起こしてしまったんだから、悲しかっただろうな。そうだな。サンドラは自分の息子を刺してしまったと電話で友人に泣いたり、長い間トラビスの血をきれいにすることを拒否したんだ。それはトラビスの死を受け入れられなかったってことかな？そうかもしれないな。トラビスが座っていた椅子に巨大なチンパンジーのぬいぐるみを座らせるなど、危篤状態になったチャーラよりもトラビスの方を気にかけるような言動をしていたことで、批判が集まったんだぜ。そりゃちょっと理解しがたいところがあるよな。事件から15ヶ月後の2010年5月、サンドラは72歳の時に大動脈瘤破裂で死亡したんだけど、それまでの間は庭に来るアライグマや鹿に餌をあげるなど、動物との関わりを大事にしていたみたいだぜ。チャーラの怪我はかなりひどかったんだ。トラビスは、彼女のまぶた、鼻、顎、唇、頭皮のほとんどを噛んだり、引き裂いたりしていた。顔の骨はほぼ全部折れていたし、両手は完全に切断されたんだ。そしてチャーラは完全に失明してしまったんだぜ。顔面を引き裂くだなんて、相当な力だったんだね。事件直後には顔面と手に対して4組の外科チームによって7時間以上の外科手術が行われたんだが、その治療に携わった人たちのためにカウンセリングが用意されたほど、彼女の状態は悪かったんだぜ。事故の対応に慣れている医療スタッフたちでも、ショックが大きかったんだね。トラビスに攻撃されてから3日後、危篤状態だったチャーラは、スタンフォードからクリーブランドクリニックという、オハイオ州に拠点を置く非営利の学術医療センターに専用のジェット機で運ばれるんだ。そして、そこで15ヶ月にも及ぶ治療が行われたんだぜ。1年以上も入院したんだね。2011年6月には顔面等での移植手術をしているぜ。事件から2年経った後でも手術ができたんだ。その時手術は成功したんだが、彼女はその後肺炎にかかり、感染症と血行の不良のために移植された手を切り離さざるを得なくなったんだ。一度は成功したのに、また切り離さなきゃいけないだなんてショックだっただろうね。それに長期間にわたる治療は、チャーラの家族の生活を経済的に圧迫していくんだ。アメリカって特に治療費が高いって言うもんね。チャーラの家族は事件が発生してすぐに、サンドラに5000万ドル当時のレートで約49億5000万円の賠償を求める訴訟を起こしたんだ。それは全額支払われたの？当時の裁判ではサンドラの資産1000万ドル当時のレートで約9億9000万円を凍結する判決を下したんだ。それだけで終わってしまったの？サンドラが亡くなってから2年後の2012年11月には、ハロルド家の遺産について法的問題が解決し、チャーラはおよそ400万ドル当時のレートで3億2000万円を受け取ることができたんだぜ。事故からかなり経ってやっと支払われたんだね。2013年には、行政はチンパンジーが危険な動物であることを分かっていながら、何も策を講じなかったと主張して、チャーラはコネチカット州を相手に訴訟を起こしたんだ。勝訴できたの？いや、彼女が攻撃された当時、
コネチカット州ではチンパンジーを私的に飼育することを禁止する法規が、存在しなかったということで、却下されたんだぜ。チャーラにとっては納得のできない結果だっただろうな。それでもチャーラは人生を諦めることなく、テレビに出演したり本を出版したりしたようだぜ。さて今回は、チンパンジートラビスについて紹介したぜ。それじゃあ次回も、ゆっくりしていってね。